おはようございます。西横県の苔見沢です。一面真っ白な景色。今日も安定の霧です。今時刻が9時45分です。太陽も出てきてますので、あと1時間ぐらいかな。したらこの霧も綺麗に晴れてくれると思います。今はどこにいるかというと、こちら裏山に来ております。裏山にはですね、ちょっとあそこに見えるんですけれども、西横県のね、山の一つ、敷見というですね、お墓にお供えをする緑のですね、枝があるんですけれども、その敷見の畑が上にあるんですね。で、その敷見も、地元の直売所、百姓百品さんの方で販売もさせていただいているんですけれども、その敷見の山の上にですね、さらにヒノキの山がありまして、そのヒノキの根元に苔の栽培トレイを実験的に置いています。その栽培トレイがですね、今置いてから約1年ほど経ってまして、その様子を見に来ました。それでは早速見に行ってみましょう。はい。こちら、敷見の山ですね。ここから下に敷見の木がたくさん生えています。敷見ですね。こういったものですね。はい。敷見はですね、敷火と呼ばれたりですとか、花芝というふうに呼ばれたりとかする植物なんですけれども、よしよし、こういう感じですよね。朝露に濡れて葉が湿っています。この敷火は花芝とも呼ばれまして、この花芝を定期的にですね、直売所に販売をするために持って行っています。この花芝の山もですね、私がここに戻ってきた時にはもう誰も手入れをしておらずですね、枝は伸び放題、葉っぱは虫に食われ放題ですごく荒れていたんですけれども、台切りをして枝をですね、また綺麗な枝を出すようにいろいろ工夫をして、だいぶですね、枝が綺麗になってきまして、収穫も、かなり楽にはなってきました。はい。で、この花芝の敷見のですね、敷見の畑がこのから下なんですけれども、この上がですね、このヒノキ、杉などが生えている山になります。この根元にね、砂苔、灰苔のトレイなども置いて、実験的にですね、栽培できるかどうかというのを、実験していました。ではですね、実際見てみましょう。そのトレイが今どうなっているかですね。はい。こちら見えますでしょうか。この落ち葉にですね、かなり、覆われていますけれども、こんな形でですね。はい。このトレイ。よいしょ。これですね。まあ、この山はですね、もともと、苔は何もしなくても自生するほどの環境です。ですので、
とてもですね、栽培はですね、向いているんですね、場所としては。ただ、落ち葉とか、雑草の処理ですね。そういった管理が結構難しくてですね。このように動物にめくられてしまったりとかしてですね、荒れてます。はい、こんな感じですね。この一面敷き詰めていたんですけれども、このようにバラバラになってますね。それで、出荷にはちょっと向かないかなという感じですけれども、栽培の環境としては、苔の育成はですね、ものすごくいいですよね。はい、よいしょ。こうして。カニさんもいましたね。山にカニが出てくる。すごいですね。カニさん。これ、いいですよね。苔の状態としてはものすごく良い状態で育成されていますけれども、よいしょ。このように、この辺も一面トレーなんですが、バラバラに荒れています。はい。これは何でしょうか。よいしょ。これは筆苔ですかね。杉苔。トレイもあります。杉苔トレイ。はい。で、今日はですね、このトレイを一旦すべて片付けて、今、栽培をしている圃場、そちらの方にね、全部持っていきたいと思ってます。で、この実験でね、生えてくれていた苔ですね。この苔はですね、すべて種苔にして、また植え付け直すと、そういう作業をやっていきたいと思います。ちょっとこれ持ってくるのも大変だったんですけれども、片付けるのもこれ大変ですね。でも地道にちょっと今日一日かけて片付けていきたいと思います。オープニングから15分ぐらい経過した状態なんですけれども、このように霧がどんどん晴れてきてくれています。太陽が出ると、このようにね、どんどん晴れてくれます。この辺、もう、あと30分もすると、もう完全に晴れてくれると思います。今日もいい天気になりそうです。こんな感じで一個一個、取っていきたいと思いますけれども、置くときもね、結構運んできて大変だったんですけれども、これね、片付ける方がもっと大変ですね。このように、苔がくっついて、取れてしまったりとかですね、します。こんな感じですね。庭苔にするにはもってこいですね、この灰苔。この灰苔なんですけれども、植え付けた時ですね、この何の灰苔の種類なのか私も、同定検査しない状態でこれ植え付けてしまっていますが、灰苔の何の灰苔でしょうかね。栽培している私もまだわかりません。これは帰ってですね、きちんと改めて同定検査したいと思いますけれども、はい、まずは回収をもう一回して、それでもう一回この苔たちをね、きれいに処理をして、種苔に加工して、またハッシュし直したいと思います。苔栽培、いろいろな栽培方法がありますけれども、森林栽培ですね。この森の中に、この森の中の半日陰の状態ですね。これが苔の育成にとってもいいんですね。ですので、この半日陰の森林の中を利用した
苔栽培というのも取り組まれている苔農家さんもいらっしゃいます。その場合はですね、こういった落ち葉の課題とかですね、こういったものをですね、皆さん工夫されてですね、綺麗な苔のトレイがですね、作れるように工夫されてやっています。よいしょ。ただ私はですね、ちょっと置きっぱなしのままにしておりましたので、栽培としてはちょっとうまくいきませんでしたね。ただ苔の状態は非常にいいので、よいしょよいしょ、この苔も無駄にせずに再利用していきたいと思います。この辺はですね、イノシシがものすごく多くて、よいしょ、イノシシがいたずらしたんでしょうね。よいしょ、トレイひっくり返されています。よいしょ。これなんかもすごく綺麗ですよね。この雑草と落ち葉がなければ綺麗な分厚い苔のマットができてます。はい、これですね。よいしょ。これもすごい分厚いですね。ここは特に環境が良かったんでしょうね。はい。環境が良ければ、環境が合えばですね、ただトレイを巻いて置いておくだけでこんなに元気にぐんぐんと苔が栽培できますけれども、この落ち葉ですね、落ち葉とこの地面の雑草の問題ですね、このあたりをやはりですね、上手に管理できないと結局この商品にはならないので、商品にすることはちょっと難しいですよね、これはね。カニさんがいっぱいいますね。よいしょ。よいしょ。なかなか、これ杉の葉っぱも落ちてますけれども。よいしょ。よいしょ。種苔にして、再利用しましょう。よっと。わ、すごい。これ見てください。よしよしよし。野いちごが生えてます。これ美味しいですよね。食べてみましょう。ね、野いちご。酸っぱくて酸味があって美味しいですね。よいしょ。頑張ってトレイを回収します。これなんかですね、細葉沖縄苔のトレイですよね。すごい綺麗に、何もしてないのにね、こんなに綺麗に成長してくれています。これもね、落ち葉を綺麗に除去して、細葉沖縄苔はね、このまま苔テラリウムの素材に使ったりとかしたいと思います。はい、今3往復したんですけれども、ここからですね、ここの場所からずっと降りてですね、この下の方まで何メートルぐらいかな、高低差30メートルぐらいありますかね。この降りてきてまた登ってっていうのをですねやってます。これね、持ってきた時はですね、もう夏の一番暑い時期に持ってきたんですけれども、持って上がる時もですね、かなりヒーヒー言った覚えがありますけれども、降りる時も大変ですね。あと何往復しないといけないのかな。1、2、3、4、5、6か7往復ぐらいあとしないといけないですね。いいエクササイズになります。こういうしんどい仕事をするときはですね、焦らずゆっくり休みながらやるのが一番ですね。頑張っていきたいと思います。はい。だいぶ運びまして、最後これだけになりました。
いや、疲れた。なかなかハードですけれども、コツコツね、休みながらやっていくと、終わりは見えてくるもんですね。はい。じゃあ、怪我もなくね、最後頑張って持っておりたいと思います。はい、疲れた。これだけ持っておりました。あとこれ、車に積んで、栽培補助に持っていきたいと思います。お、これ、見てください。苔のトレーにちっちゃいキノコが生えております。すごい。かわいいですね。はい、詰めました。この狭い車の中にパンパンです。こんな感じですね。はい。これがね、売り物で出荷作業でこの量毎日出せたら面白いんですけどね。そうなれるように頑張りたいと思います。よっしゃ。じゃあ、よいしょ。これを積んで、補助まで持っていきます。もう、これ見てください。今、11時22分ですけれども、このようにね、昼前には、霧もすっかり晴れて、こんな感じで、めちゃくちゃ天気がいいですね。こんな感じでございます。めっちゃ天気いい。雲一つないですね。あーっしゃー。行くぞ。昼から栽培補助に向かっております。めちゃくちゃいい天気ですね。もう雲一つない秋晴れの空って感じです。いや、午前中ちょっと栽培トレーね運ぶのがめちゃくちゃ疲れた。もうすでに結構バテてる感じですけど、トレーね今日並べて栽培補助に並べていきたいと思います。はい、これねおろしてみました。こんな感じで一通りおろしましたね。でもね、やっぱりこのまままた栽培はできないので、残っているこの苔をね、また種苔処理して、で、再ハッシュするというようなことをやっていきたいなと思います。これすごい、やっぱり1年ちょっとかな。これを森林栽培、森の中でね、ずっと置いて栽培してたんですけれども、やっぱ1年くらい経つとですね、こういう風にマット状に、すごい分厚く立派にね、育ってくれますよね。環境はめちゃくちゃ合ってるんですけれどもね。これなんかももうわっさわさですよね、これ。けれども、このままちょっとさすがに、商品にはならないんで、ちゃんとね、マット状にもっと綺麗にした状態で栽培できるようにしないといけないですね。まあ、種苔としてね、また使うと、分には、まあ全く問題ないんで、まあ1年間種苔をね、保存していたというふうに考えればですね、まあ無駄にもなってないのかなと思います。これとかめちゃくちゃすごいですよね。びっちり。これぐらいのね、状態で、これで実際落ち葉がなければ、これはもう商品としてね、そのまま出せるぐらい立派に育ってくれました。そういうことが分かっただけでもですね、収穫あったなという感じです。そして疲れた。運ぶのめっちゃ疲れましたけれども。はい。これですね、キナリムシ
という虫の幼虫です。これは森林の栽培トレーにですね、今、苔を収穫というか回収していたんですけれども、そしたらですね、こういうの出てきました。これはですね、苔にはですね、結構混入しやすい幼虫ですね。これが入っていると、夜な夜なですね、夜寝静まった頃に、この子たちがですね、苔のコロニーを荒らして、で、苔を食べて、で、もうボソボソになります。食害するんですね、苔を、この幼虫。なので、山取りしてきた苔とかはですね、気をつけてくださいね。こういうのが入ってますから。せっかく作った苔テラリウムも、このキナリムシが一匹いるだけでもう無残な状態になります。このトレイはですね、森林栽培で、山の中に置いていたトレイなので、何かのタイミングでキナリムシ入ってきたんでしょうね。これは、どっか遠いところに、この子たちは連れて行ってあげたいと思います。このトレイは比較的綺麗ですね。これぐらいだったらね、商品として、こうびっちりですね。栽培できていれば、びっちりできていれば、商品として出せるぐらい。こういう落ち葉の混入とかはね、どうしても入っちゃうんで、落ち葉の混入とかなければ、比較的綺麗なトレイだなと思います。この辺ちょっと、ね、隙間ができちゃってるので、これは再ハッシュして、追加してですね、苔をマット状にできればいいなという、そういう感じですね。そんな感じで、今日は森林栽培の廃苔の、トレイをですね、森林栽培1年間した結果、ほぼ放置していた状態で、落ち葉がいっぱい溜まっていたんですけれども、育成自体はですね、苔の育成自体はとても良好で元気に育ってくれていました。ただですね、この落ち葉、そういったものをですね、森林栽培する際は対策をして、綺麗なトレイでですね育てないといけませんよね。なので栽培圃場にトレイを全部移してきて、で、この栽培した苔は種桶として処理して、また再ハッシュをしていきたいと思います。今日の動画いかがでしたでしょうか。もしこの動画よろしければグッドボタンお願いいたします。で、ご登録がまだの方がいらっしゃいましたら、ぜひご登録をよろしくお願いいたします。それではですね、いつも最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。それでは西洋苔苔見沢、この辺で失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。